はい、皆さんこんにちは、キムです。今回はソーソーザナークの入手方法と、能力の解説っていうところをしていこうと思います。はい、見てもらったら分かる通りね、ソーソーがミキシトランスした姿っていうのを直接ね、入手することができるので、ぜひまだ持ってない方はこの方法を真似して入手してみてください。はい、で入手方法を説明した後にね、アビラーボード等の中身、能力値とかも一緒に見ていけたらと思うので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、じゃあ早速入手方法をやっていこうと思うんですけど、今回のソーソーザナークがね、ガチャで入手することができないので、ここのクロニクルモードでしか入手することができないので、そこだけ注意してください。はい、じゃあ早速場所についてなんですけど、場所がここですね。ここのクロノストーンルート。なので、GO2 の世界ですね。はい、なので、GO2 まで来てない方は GO2 まで進めてもらってやっていくっていう感じになると思います。はい。で、一応、AI の高速モードだったりとかっていうのは多分ね、私はスイッチなんでまだ来てないんですけど、パソコン版とか PS 版の方は来たのかなっていう感じになってると思うので、サクサクとクロニクルモード進めてもらうといいかなと思います。はい。でも今後も前半4点取ったら、試合がスキップされる機能とかも追加されるっていう風に言っていたので、今後もっと進めるのが簡単になるかなと思いますので、そこまで待つっていうのも全然いいかなと思います。はい。で、場所がここのザナークドメインっていう、この激臭ザナークドメインっていうところで入手することができます。で、ザナークドメインってね、何個かあるんですけど、ここもそうなんですけど、時代を作る男たちとかもあるんですけど、ここですね、激臭ザナークドメインでしか入手できないので、ご注意ください。で、ちょっとね、見てみましょうか。はい。こんな感じで、ザナークが2人出てくるっていう感じになると思うので、ここで、ソーソーザナークゲットすることができます。で、こっちも見ていきましょうかね。はい。はい。で、ここだったら通常のザナークしか出てこないっていう感じになるので、ここですね。さっき言ったここの劇中ザナークドメインっていうところでゲットするようにお願いします。はい。で、一応このザナーク、ソーソーザナークだけ欲しいっていう方に関しては、ここのレアドロップバトルとヒーローバトルだったら、こっちのレアドロップバトルの方が排出率多いと思う、確率高いと思うので、はい。このソーソーザナークだけ欲しいっていう方は、レアドロップバトルで回ってもらった方がいいかなと思います。はい。ヒーローバトルだとこのヒーローがあったりとか、もするので、ちょっと確率がね、下がってしまうので、1体単位で狙うんだったらレアドロップバトルの方がいいかなと思います。はい、じゃあ次はね、能力についてやっていこうと思うんですけど、ステータスに関しては、イナグル見てもらったらわかると思うんですけど、2体とも同じですね。フォワードとしたら最高値のステータスっていうような形になるので、最高ステータスで使いたいっていう方はどっち使ってもらっても大丈夫かと思います。はい。で、違いはですね、ちょっとアビラーボードかなと思いますので、アビラーボードを一緒に見ていこうと思います。はい、じゃあソーソーザナークのアビラーボード、こんな感じですね。はい。で、中身に関して言うと、シュートスロットが2つと、ドリブル技のスロットが1つと、あと、ここの自由スロットが3つっていう感じになってますね。なので、ディフェンス技持っていないので、フォワードでもね、ディフェンス技持たせたいっていう方に関しては、通常のザナークの方がいいかなと思います。通常のザナークもね、ちょっと見ていきましょうか。はい。で、通常のザナークはこんな感じですね。はい。で、詳しく見ていくと、シュートスロットが2つと、オフェンススロットが1つと、ディフェンススロットが1つと、あと自由スロットが2つになると思います。はい。で、ここの上がる数値に関しては、キックが13とコントロール10っていう感じで同じですね。なので、違いっていうと、完全にこのスロットの数の違いかなと思います。はい。なので、ソーソーザナークの方がね、ちょっと自由度が高い分、ちょっと育成難易度というか、技はめたりとかっていうところが少し手間になるかなと思うんですけど、少し自由度は高いかなと思います。はい。でも、例えばここにね、ディフェンス技はめ込むとかだったら、別にこっちのザナークでいいかなと思うので、そこは好みでやってもらったらいいかなと思います。はい。っていう感じなので、基本的に、自分でいろいろカスタマイズして、技決めたいっていう方は、こっちのザナークでいいと思いますし、はい。でね、ここのグラウンダーシュートっていうところもね、対戦する方は、外していくかなと思いますので、そういうところも含めて、割と自由にこう決めていきたいなっていう方は、こっちのザナークの方がいいかなと思います。はい。技をわざわざはめ込んだりしないといけないので、手間的に言ったらね、こっちのソーソーザナークの方が大変かなと思うので、その場合はね、通常のザナークで全く問題ないと思うので、私もね、使うとしたらこっち使うと思うので、はい。そこは自分の目指すパーティーっていうところに合わせて使ってもらったら一番いいかなと思います。はい。で、こっちの右側のアビラーボードに関してですね。はい。このザナークも一緒なんですけど、この右側のアビラーボードに関しては、中盤としてミッドフィルダーとして使いたい場合は、こっちのアビラーボードの方がいいかなと思います。はい。で、こっちも同様にね、このシュートの枠っていうところが、ただオフェンス技っていう感じになっている形ですね。で、こっちのザナークに関しては、ここがディフェンス技っていう感じになっているので、中盤で使いたい方は、右の方に切り替えてもらって使うっていう感じになると思います。
はい。で、中盤で使う場合もね、ディフェンス技っていうのは持たせてた方がいいかなと思うので、基本的にこっちのザナークで問題ないかなと私は思ってます。はい。で、まだね、環境も探り探りで煮詰まっていない状況だと思うので、ぜひ皆さんの意見もコメント欄で書いていただけたら、私もね、いろいろ参考になるので、書いていただけたら嬉しいです。はい。では、この動画が参考になった方は、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。